はい。小学生、中学生、あれ、ちょっと待って、サバ読むな。はい、高校生ね。あやです。はいです。かなです。今日ははい。テストも終わり、運動会も終わり、落ち着いて3人揃う機会が出てきました。最近はね、ほんと忙しくって、お出かけ動画とか、車の中とか、あと生活関係のことが多かったんですけど、今回は企画として、スタジオでちょっと1本撮らせてもらおうかと思います。我が家、特殊な環境っていうか、珍しい環境ではあります。今ね、子供っていうのは兄弟が少ないっていう時代であったりとか、その中で、あやはや家は3人の子供、しかも、今年に入って、小、中、高とビンゴ揃っております。小学生、中学生、あれ、ちょっと待って、サバ読むな。はい、高校生ね。いや、1年はでかいよ。はい、ということで、3人揃ってますので、それぞれね、学校、まあ、お姉ちゃんだったら小中高とも来てます。はやだったら小中。かのさんは、まあ、前の記憶で言うと保育園小学生かな。いろいろと楽しかった思い出や、小学校と違う、中学校と違う、高校はこんないいところだっていうのを、ちょっと、下の学年の子に向けていろいろお話をしてもらいたいと思います。じゃあ、かのさん、一番最初に行きましょう。まず、かのさんはね、現状語っていただかないといけないので、保育園と比べて小学校どうですか？小学校の方が楽しい。小学校の方が楽しい？あれ？入る前は保育園の方が楽しいって言ってなかったっけ？だってさ、友達にさ、トイレさ、先行かしちゃおうって先行かしてさ、怒るもん。あ、小学校ないの？そういうの。うん。なるほど。保育園はトイレの争いがひどいと。子供は容赦がないらしいです。小学校、これは楽しいっていうところはどこですか？休み時間。休み時間。いつも言っとるよね。あやさんの時、小学校休み時間何してましたか？外で遊ぶか中か。外遊びは何をしてましたか？何を鬼ごっこ。お部屋遊びは？トランプ、バドミントン。あやさんの時代は、最後の方、コロナが流行ってたので、タブレット。はい。お兄ちゃんの時代、小学校は何やってました？休み時間。外が使えれば友達と一緒にドッジボールしに行って、使えなかったらタブレット使って暇つぶししとった。はい、らしいです。かのさんは外で何して遊ぶの？ドッジボールで中で遊ぶときは、だいたい体育館が使える日は使って、使えない日はドミノ。あ、わかった？ドミノ。なんかね、学校の先生に言われました。かのさん最近ドミノにハマって、そしたらね、周りの子がみんな集まってて、みんなやり始めるらしいの。で、なんか一大作品ができるっていう話をこの間聞きました。家でもさ、あいうえおのさ、ほら、やってたじゃん。あれの続きらしいです。じゃあ、お兄ちゃん、小学校と比べての話と中学校ここいいよっていうことをかのさんにアピールしてください。小学校の違う点としては、やっぱ教科数増えるとこと、普通の授業がちょっと伸びる。あ、5分長いんやったっけ？ 5分長くなる。はい。あとは2から3の間のちょっとした15分ぐらいの休みあるやん。あれなくなる。業間休みがなくなって昼休みしかなくなるってこと？らしいです、かのさん。いや、それってさ、図工も長くなる。図工も国語も全部長くなるけど、図工とは言わないんだよね。今知りたいけど技術と美術だそうです。図工っていうのは美術とか技術に変わるらしいです。なんか難しい名前出てきた。お兄ちゃん、中学校のいいところ。単純に人が増える。いや、言ったらあかんって人数。人数は言わんけど、一クラスと同じぐらいよ。かのさんの学校一つが、お兄ちゃんの一クラス分ぐらいの人数。なので、お兄ちゃんたちの行っている中学校っていうところに行くと、めっちゃくちゃ人数増えます。友達100人夢じゃないです。いや、普通でもできると思う。頑張るわ。今、かのさんどうあがいても友達100人できません。はい、というような良さがあるらしいです。さあ、お姉様、小学校、中学校も網羅してきました。弟と妹に、高校はこんなところだよ、こんなところ
がいいよっていうことを教えてください。ねえよ。休み時間ねえよ。やば。休みしかないの？いや、あるにはあるけど。終わりや。飯食いか。ああ、確かに。休み時間と飯食う時間が一緒。あー、はやと一緒やろんなら。いや、違うよ。早は飯の時間とは遊ぶ時間って分けてある。あ、中学校そうやったっけ？高校は休憩時間と食事時間が全部一緒と。でも休み時間にお前ら飯食うの知らんでなって。あー、遊んで喋っとらんと飯食えよみたいな。うん。はい。あとはテスト。テスト。はい。テスト、そうやね。中学校のテストってどんな感じでした？中間テストは1日で期末テストは服とメインで分けてやる。2日分やね。うん高校は、 1日2、3教科を3、4日で。はい、ほぼ1週間テストらしいです。その代わり家に帰ってこれる早く。ママはお弁当を作らなくていいっていうゴールデン期間に入ります。あやさんは自国期間やね。うんその期間ね。生きたコーチですね。苦手な教科が早く来ると嬉しいけど、それが 2,3 個固まるとヒーヒーフーフー言うてますね。いいことは、まあ、わけもわからず早く帰れる日がある。ありますね。中学校は前期後期制なんだけど、学期間間には休みは土日しかないんだよね。高校はなんと1日別途お休みがあるらしいです。いいなぁ。いいな夏休みはどうだったんですか？マジで勉強してない？勉強しなくても大丈夫やった。宿題ないないな。あるけど別に、夏休み前終わるでさ。小学校中学校は夏休みの宿題まあまあ、あるにはあるな。ある。小学校が一番あるかな、でもね。なんだかんだ言って。さあ、これを見て振り返りましょう。かのさん、お兄ちゃんとお姉ちゃんの学校の話聞いたと思うけど、小中高、行くならどこ？高校生。はやは？若手ねえな、小学校一択だろ。あやさんは？小学校やな。はい、夢を見る小学生、現実を知った中高生ですね。で、ママから言えば、高校は大変です。なんで？だって勉強しんとお前ら学校卒業できんねんぞ。そう、小中学生は、普通に卒業はできます。義務教育なので。高校は勉強しないと卒業できません。常に、お尻に火がついた状態です。あと小中よりも先生怒ってくるで。この間廊下で飯ととってびっくりした。あと自習も多い。先生がわけわからず休むで。あやさん、なんと、先生が休むって今出ましたけど、1年生入ってまだ半年ですよね。なんか、イレギュラーが起こってるそうですね。うん。先生2人変わった。学科の担当の先生が2人変わられたそうです。はや、そんなことありますか？ないな。ないね。小学校でもないね。あるとしたら、産休とかでね、いなくなるっていう可能性、中学校もね、ありますが、高校の先生は、なんと体調不良で消えるらしいです。だからその入れ替わり期間ずっと履修でうん。授業できんわけやん。でもその状態でテスト受けろって言われてさ、うん校長なんで教頭が謝りに来るんやって。2回目もそうやった。こういう状況だ、テスト申し訳ありませんって。そう校長の代理で、校長早いだってさ、同じ授業料を払ってるのに、勉強させてもらえてないわけだから。いや、待って、1回目はまあまあまあでもね、2回目も来へんの。はって言って。あやさんのクラス限定です。まあ、その中でも、あやさんのクラスはみんな頭いい子ばっからしいので、すごいなとは思うね。平均点はめちゃくちゃ優秀です。クラスよりかはいいらしいです。で、親として、小学校と中学校、授業参観とか、二社コンとかも結構買いそうです。その点中学校は減ります。ただ、高校に行くための足掛けになるので、特に3年生もいいんじゃない？やばい。まだ来るよ、来年。もう、やったばっかなんよ。そう。このまんまテストを頑張って耐えてほしい、点数は。はい。あやさんの時は、何の苦労もしなかった苦労といえば、はよ進学先決めろやと。マジで今日なんかった。もう先生に言われたもん。はよ決めなさいって。ちなみに、今日視聴者様から、あやさんって将来何になるんですかっていう風なコメント来ております。もう、自分の好きな道に行ってください。勉強するんだったら、ごめんなさい、奨学金借りて上の学校行ってください。
就職するんだったら自分で就職させてください。どっちになってもいいように成績はそうそうそう。大丈夫。どっちね、就職しても進学してもいい成績だけは取ってくださいって言ってるので、まあお任せしてます、そこは。働きたくねもう来年の今頃には高校決めてないといけないんですよ。公式も取ったっけ。決まってないです。あれあなた決めたのいつ？年明けじゃなかった？本当にギリギリで。ほんと年明けだったんだよ。で先生もいい加減決めてくださいとか言って、お姉ちゃん進路決めるのにかなり時間かかりました。はやは今のところ行きたい方向性はもう確定してます。はい。はやはもうほぼほぼ決まってます。あと勉強頑張るだけです。じゃあお姉ちゃんから妹へ弟へ、あなたはギリギリに高校を決めましたが、今の高校で満足していますか？もっと違うところに行けばよかったなと思いましたか？でね、どこだかよ。働きたくない。勉強したくない。なんか中学校時代から同じこと言っとるよね、あなたね。はい、それをちょっと弟たちにいい見本を見せられる。したくない。かのさんがさ、高校入るときにさ、私無職とか言ってさ、ビーズ作りながらさ、YouTube 見ながらゲラゲラ笑っとる女がさ、ここにおったらさ、まず首つまんさ、ちょっとねーとか言ってさ、叩き出されてますからね。あった。ただ高校生私浅い。想像したくない。あと5、3、8年後。いや、想像したくない。今16で20。いや、20半ばで家でゴロゴロされとったら困りますわ。いや、想像したくない。葉山よ。うん。 3人が学生っていうのは、あと何年？あと1年。この小中高で被ってるのはあと1年だけか。あとは、小中高、小中高、小高校、小高大か、小高中か。まあ、先はね、いろいろあって、視聴者の皆様もね、あやはやたちに行く末を心配してくださってる方いらっしゃるので、マジで。大学生になったら、ちゃんと携帯代自分で払ってくださいね。無理。金ない。働くんですよ。働きたくない。もうね、いつもそう。ただ、推し活のために働くんやろ。あ、そりゃそう。ということで、今回は、話を3人に聞いてみました。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。お迎えの理由。これね、朝ね、学校着いて、多分すぐですね、LINE 入りました。なんかどうやら、朝の学校行く途中で、おかしいことに気がつき、その場でママに連絡をしてくれば、今日ママ休みだったので対応できたんですけど。かのさん、お姉ちゃんお弁当です。あなたたち給食です。給食は絶対美味しいやろ。小学校と中学校の給食の違いは何て？今そこママ突っ込まなあかんとこや。何？給食の方が美味しいやろって。早な。弁当より給食の方がいいやろっつって。あ、別にいいよ。いや、お弁当の方が美味しい。いや、それはいい。もう毎日どんどん同じメニューやで。何が？何が？お弁当。お前、相当閣下に逆らうな。お姉ちゃんにも言ってますが、お弁当に関してこれがいい、あれがいいって言った時点で一切作らなくなります、ママ。わかりますか？同じものしか入れるの嫌だって言った時点で、お前自分で作れって言って、弁当箱渡しますので、いいですか？高校になった時。今は中学校だから見逃しますが、高校になった時はマジでやらせますからね。いいですか？